レビアタン先生のオタク FM。 皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミーの魅力をもっともっと世界のラット留学生に届けたい、そんな思いでお送りするときめき萌え萌えキュンなウェブラジオオタク FM 第2回始まりました。お相手は二次元最高ガチオタ三男レビアタン役の加田聡と、マジでお金大好きマンモン役の小林弘隆です。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。よいしょー。いやいや第2回。そうですね、はい、第2回やってまいりましたけれども、ありがとうございます。そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お金マジで大好き。そうですね、唯一マモンとの共通点がお金が大好きだっていう小林さん自身との。そうですね、はい、お金が大好きだなっていうところが、はい、共通点としてありましたね。選ばれたんかなと思って。いやマモン役に。そうですね、そうですね、そこがいや、オーディションの時にお金大好きアピールしたんですか。いや、全くアピールしてないですけど、多分ね、匂い立ってたんちゃうかなって。お金大好きそうな。そうオーラがね、お金好きそうやなこいつみたいな、受からしとこうかなみたいなね。その方向でいくんですか。そういやまあね、お金でも好きな人多いと思うんですよ。嫌いな人いない、嫌いな人の方が少ないんじゃない。まあね、お金があってまあ人間生きていける。まあそうでしょ。まあそれが全てとは言いませんけどね。言いませんけども、まあお金好きか嫌いかで言うと、まあ好きかなっていうことでちょっと言わせていただきました。いや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。第2回です。いや、そうですね、第2回があったということは第1回があったということですよね。そうなんです。第1回はね、矢口恭平という。矢口さんが。はい。いや、そうですか。サトシさんはどうでしたか。いや、矢口さんは自由なんですよ、あの人。本当にね、自由なんですよ。自由な感じで。なるほどね。僕一応パーソナリティとしてここに座ってるでしょ。あの人ゲストで来てるじゃないですか。そうですね。第一声なんて言ったと思います？第一声、まず自己紹介ちゃいますか。やっぱ言うじゃないですか。言った後に緊張してねえかとか言い出したんですよ。いやじゃああんたゲストやろと。緊張してねえか。いや言うた。そんな感じでね。そんな感じですか。そんな感じで言うてきたんですよ。いやでもどうですか。やっぱりね、結構長丁場じゃないですけどね、加田さんやっぱメインでやっぱ MC されるということで、今回どうですか。いや感じ的にね、小林さんがメインパーソナリティで僕がゲストみたいな質問のされ方されてるんですよ。そうですね、すいません、逆にちょっと面白いです、面白いです。緊張してねえか。言うた、また言うた。いやどうです。恭平さんの時はやっぱプライベートから結構付き合いも長いですよね。そうですよね。小林さんと僕ってあんまりその付き合いで言うと長くないじゃないですか。そうです。公式の場で会うのは今日が初めて。そうですよね。そうだと思います。がっつり話すのは今回初めてだと思うので。だから私小林さんとの距離を縮めたい。それいいですね。私も縮めたいですね。そうでしょ。そう、探り、まず小林さんっていうその呼び方を変えていこうと思います。なるほど、そうですね。それありがたいですね。そうでしょ。小林さん昔あだ名つけられたりとかしました？もちろんいろいろやっぱりあまたのあだ名をね、やっぱつけられましたよ。あまたのあだ名をつけられることあります？そうですね。えらいつけられましたね。そうですね。もう本当に生まれた頃からですね、そうですね、今に至るまでですね、数々のやっぱあだ名がありました。私の中に。そうですか。じゃあ僕そのあまたのあまたあるあだ名からこう呼ばれたことはわからない。そうですね。あるかわからないですけども、こう呼びます。小林さんもコバさんって呼びます。コバさん、それ言われたことないかもしれないですね。あまたあるのにまさかのコバさんがない。いやないですね。結構シンプルな感じかなと思ったんですけど、意外とないですね。意外とないとこついてきましたね。さすがいいですね。ありがとうございます。さすがいいですね。ありがとうございます。じゃあ僕コバさんって言います。コバさん、わかりました。僕のことなんて呼んでくれます？そうですね、ちょっと先ほどちらっとね、私遠慮がちにちょっとさらっと言ったんですけどね。言ってくれましたね。そう、サットゥーシね。サットゥーシなんか響きがいいんじゃないかな。そうですね、耳なじみのある感じですし。じゃあ僕のことサトシって呼んでくれます？サトシでじゃあ行きます。じゃあ僕コバさんでいきます。わかりました。じゃあそれでいきましょう。その感じで距離感を縮めつつ、いやお願いします。やっていかないとかな。いや頑張りましょうよ、本当に。第2回もね、本当に頑張っていきましょうよ。第2回もね、第1回追ったみたいな言い方しますけど。いやそうですね。心の中では本当にこう僕も聞いてましたよ、ラジオね。いつも心の中で僕らのに寄り添ってくれてると。やっぱり兄弟なんでね、やっぱり設定だけじゃなくてね、やっぱちょっと
とリアルにやっぱり応援してるというか、はい、やっぱり小林さん緊張してます？緊張やっぱりでも緊張ね、やっぱりでもめっちゃ多いするよね。あ、するよねするよね。するよね。これ生放送じゃないですよね。生放送ではないかもしれないですねかもしれないですね。なるほど。はい。いやでもそうです。徐々にやっぱり温めていきたいなと思います。まあ今日1日かけてね、この放送で距離を縮めつつ、そして僕らの兄弟のことを知ってもらって、オベイミーの魅力ももっともっと知っていってもらうと。いやそうですね、オベイミーの魅力、それがやっぱこのラジオのね、やっぱ主たる目的というかでもあります。そうですよ。それがメインです。あ、それがメイン。それがメインです。そうですね。だからテンション上げ上げでいきましょう。頑張っていきましょう。でマックスでいきましょう。はい、テンションマックスでお届けしていきますので、お付き合いよろしくお願いします。即興嘆きの館劇場。即興嘆きの館劇場とは、オベイミー公式 Facebook グループでヒアリングした兄弟たちがこんなシチュエーションに遭遇したシーンを見てみたいというアイデアをベースに書かれたオリジナルストーリーを僕とゲストが即興で演じるコーナーです。僕これね、シチュエーション、第1回ね、第1回の時にシチュエーションをシツエーションっていう、シチュエーション、江戸っ子みたいになるって言われたんですけど、でもなんか跳ねてていいよね、言葉が。なんか言葉的にね。いや、言葉の跳ねるで言うたら、小林さんが演じられてるマモンの跳ね方すごいっすよ。まあね、跳ねてなんぼなんでね。跳ねてなんぼ小林さんってあれですよね、めちゃくちゃ合いの手入れてくれますよね。そうですね。オープニングも思いましたけどちょっとでもやりすぎたかなと思うんです。オープニング結構かかり気味やったかなって感じがするんで。そうです。申し訳ない。テンションをやっぱり上げないとなっていう。そうですよね。まあそれはそうなんですけどね。申し訳ない。まあある程度落ち着きも持ちつつ、そうね見せていければなと。オッケー、落ち着こう。大丈夫落ち着こう。いや、あれでしょ、そうこのシチュエーションのラジオをするっていう、そうです。これね、Facebook グループでいろんなシチュエーションを投稿してくれたんですよね、皆さんが。でそんな中で今回これを演じてみようということですので。なるほど。でもこれ即興っていうのがね、またこれドキドキしますね。やりやがったな。誰がいや誰とは言いませんけどね。誰とは言いませんよ。誰とは言いませんけど、即興で演じるコーナーか、やりやがったなみたいな。なるほど。緊張してるな。いや、緊張してるよ。じゃあ早速いきますか。そうですね。でこれ前回ね、京平さんともしたんですけど、僕が今回のタイトルはこちらって言ったら、そのタイトル、そのオーディオドラマのタイトルを2人で合わせて言ってみようと。なるほど。さあ果たして公式の場で初対面の2人は合わせることができるのかという。いや、頑張りましょう。頑張りますか。じゃあいきますよ。今回のタイトルはこちら。とどのつまり本能。合わせる気なし。ごめん、せーのとかないの。じゃあせーのでいきますか。いきましょう。じゃあ今回のタイトルはこちら。せーの。とどのつまり本能。バッチリだね。レビちゃん、控えめに言ってキモいんだけど。何？俺様ちょっと小耳に挟んだんだけどよ、あいつが魔界宝くじに当たったって噂は本当か？なんで知って？マジなんだな。なんとだ、まさか1等の1億グリムドカーンと当たったとか？知らないし、そんなんあいつに直接聞いたらいいっしょ。それがさ、あいつなんか俺のこと避けてやがんだよな。賢明な判断。いや別に。まあ聞けよ。あいつが魔界宝くじに当たったっつうならさ、あいつの世話係である俺様に9割もらう権利があると思わねえ？遠慮も何もないな。留学生でいろいろ利用だからっつ俺様の寛大な1割を聞き逃したのか、おめえは。あいつが当たった10割のうち9割持っていこうとする世話係のどの辺が寛大なんだよ。バーカ、俺様は何も私利私欲のために言ってんじゃねえ。
はした金しか持ったことのないやつがいきなり大金を与えられたらどうなると思う？金を目当てに群がってくるやつらにカモにされて、そいつの運命は漏れなく破滅すんだよ。そんなことにならねえようにこの俺様が預かっといてやるって言ってんだ。あっそ。僕は全くちっとも何にも知らないんで。待て待て。なあレビー、俺はさ別に独り占めしようってんじゃないんだよ。くすぐったいよ。協力してくれたらお前にも分け前はやるぜな。魔界宝くじ当たったんだろ。知らないってば。工場だな。なんと言われようと親友を売るわけないだろう。僕とあいつの絆はこんなことで切れるようなやわな。これでもか。それは一等くじで惜しくも逃した限定カラー衣装の花ルリタン限定フィギュアで、あいつは何等当たったって？ 4 等の50万グリムです。さあいかがでしたでしょうか。いやいかがでしたかね。いやなんかでもリアルでこうなんでしょう、2人で掛け合いをやったっていうのが初めて、ね、隣でね。そうねなんですよ。ね、そういや面白かったですね。いや僕、その小林さんのコバさんのね、マイクとの顔の距離の近さ、そんな近いんやと思って今びっくりしてましたけど。そうね、なんかこうなんでしょう、本当だったらサトシの顔を横目にちょっと言いたかったんだけど、若干ちょっとねなんだろう、緊張しちゃって若干なんだろう緊張しちゃって集中しようと思って、緊張してるな。そう緊張してるね。もうこのネタ何回言うねんって話ですけど。そうまあでもそうね、でもなんだろう、ちょっとこうなんだろう、こうささやき系な感じのとこあったじゃない。そうですね。そうこそばしてるとこかな。こそばしてるとことか、なんかちょっとこう距離をね出してみて、距離感出したいなと思って密着してる感じを出したかったね。サトシにね、サトシというかレビーにね。レビーにね。このストーリーはどうでした？ストーリーそうね、なんかこう要するにあれですよね、これだからお金当たったんじゃねえのっていうのがマモンのそのなんでしょう、第6巻的なとこに引っかかりね、これをレビーに聞いてくるっていうところで言うと、マモンよりレビーの方がそういうことに関しては信頼されてるってことですよね。やっぱりね。そうだと思う。やっぱりなんだろう、やっぱこうなんだろう、こう情報確たる情報っていうか、今ほっぺた殴りました、ひょっとして。いや大丈夫。自分の自分のちょっとフリーズしそうだったんで。フリーズいやでもこれ面白いですよね。くじで当たったっていうのをもうくすぐられてまでもう必死に隠して、もう親友として約束守るぜって言ってるにもかかわらず、もう惜しくも逃した。いやそうだね。フィギュアをちらつかされた途端、速攻裏切るっていうね。でもね、マモンの多分だけど、マモンの中でやっぱり決まってたと思うんですよ。なんかレビーに聞いて、ここまで多分限定フィギュアまで用意してやれば絶対こいつは吐くだろうなって多分分かって、多分一番こいつが突破しやすいだろうなっていう。いや兄たるゆえんなんでしょうね。それはやっぱりそうだと思う。ただこれね、マモンってこれ聞いた後、この限定フィギュアくれるんですか？いやこれそうだね、あげるところまでが書かれてない。僕ねくれない気するんですよこいつ。そこまでがねマモンっていうかね。くれなくて、でこんないい交渉材料絶対そのままにしとくと思うんですよ。そうですね、これ何かしら多分届くんじゃないですか、アクゾンからお礼として。そうアクゾンで何かしらやっぱり届くとは思うんですけど、それはもうねマモンの解釈違いがここでちょっと生まれてるかもしれないですけど、どうなるか分かんないですけどね。今後のストーリーがあっても面白いかもしれないですよね。そうやっぱね、美味しいものは最後まで取っとけよレビーっていう。じゃあ今後のストーリーもそうだね、ご期待と。そうだということはこれまだ続くということね、続きも楽しみにしたいと思います。続編を気長に待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上
即興嘆きの館劇場でした。地獄亭で乾杯。さあ、地獄亭で乾杯とは毎回変わるお題に沿ってゲストのプライベートに迫っていくフリートークコーナーです。まあこれね、前回恭平さん来てくれた時は最後の晩餐何食べるだったんですよ。最後のなんかよくありがちな。そうでね、最後の晩餐何食べたいって言ったと思います？何食べたなんでしょう。晩餐なんでやっぱ豪華な食事じゃないですか。これ第1回聞いてもらったら分かるんですけど、アップルパイって言ったんですよ。ゲームの中でもねアップルパイ好きだもんね。あれね、それ違うくてねお母さんが中学生の時に初めて作ったアップルパイが史上最高に美味しかったらしくて、2回以降作ってもらってもあの味には届かへんからその味を持ってこいって言ったんですよ。なかなか難しいなかなかハードル高い。最後の晩餐、そうすごいですね。最後の晩餐っぽい、晩餐っぽいですよね。これ毎回お題は変わっていくんですけど、さてコバさんに対するお題は何でしょうか？マモンにかかってます。マモンといえばやっぱお金じゃないですか。そうですね。宝くじで10億円当たったらどうしますか？10億円。イエス。10億円か。よっしゃー、10億円か。いや10億円何に使うかな。これは何、もうなんだろう、もう10億円がもう手元にある状態ですか？そうですよ、手元にあるでしょうよ、使うんやから。そうだね、もう下ろしてきましたという状態でいいですか？10億円系全部下ろしてくるんですか？そんな重い話じゃないでしょ。いやでもね、10億円って意外とそんな量ないんだよ。知ってんの？知ってるよ。知ってるよ10億円って調べれば出てくるよ。何言ってんのコバさん、10億円。やっぱりその10億円って夢じゃないですか。そのマモンじゃなくてもやっぱりね、年末ジャンボとかあれ10億円とかね当たったりするじゃないですか。なんでなんか1回はちょっと夢見てるもんだなって調べたことがあるんです。10億円がどれぐらいのものかね、どれぐらいのものなのかっていうのを調べて、実際見てみたらそんなそう体積的にはね、だからなんだろう、マンションとかで浴槽があるでしょ。ユニットバスとか例えばホテルとかでね、あれの浴槽の半分ぐらい。大したもんですよ。そう大したもんか。大したもんでしょうよ。大したもんか。そうなのでね、あれぐらいの量で、だから重さで言うと100キロぐらい。重いやん大したもんでしょうよ。大したもんかな。大したもんじゃないってよう言えたな。サトシ5人分ぐらいでしょ。サトシ 5.5 人分ぐらい。僕何キロや思ってます？その僕20キロって言ったら小学生レベルですよどんだけ軽い思ってんすか？そうか。宇宙に行った時のサトシとか。無重力無重力。重さないね。ごめん。そうだね。10億円だよね。そうです。当たったらどうするか。10億円、そうね。なんかちょっといろいろ考えたんですけど、今喋ってるうちにね、考えたんですけど、喋ってるうちにね、なんか例えば僕動物が好きなんですよ。いいじゃないですか。動物好きなんですけど、パンダいるじゃないですか。パンダよく動物園にねパンダいるじゃないですか。パンダをレンタルしようかなって。レンタル？そうレンタル10年間レンタルしようかなとか。パンダをね10年間買うんじゃないんですか？あれね、だから買えないんだって。なんで？なんかね、やっぱり大人の事情、大人というかなんかあるんだけど、そのお国の事情みたいな。パンダって買えへんや。そう、買えないみたいな。じゃあ動物園によるパンダってレンタル？そうだから2年レンタルとかでやってるんじゃないかな、あれ。そうだからあれで10年レンタルするんですか？10年レンタルしたら10億円なんだって、あれ。ちょっと待ってパンダ10年レンタルしたら10億円かかるんですか？そう、餌代とか全くそういうのね抜きにしてよ。レンタルするだけで10億円。レンタルまずするってだけで10億円を払わないといけないの。ってなったらコバさん、10億円でパンダ借りるっしょ。そうでパンダ住ませる場所必要でしょ。餌も必要でしょ。10億円で借りてもらったら手元何もないから何も世話できないでしょ。そうだから20億円いるよね。だから10億円当たったらの話をしてる。そうかじゃあこの話はちょっとダメだな。ダメですね。じゃあちょっとじゃあやっぱり僕も男なんで、ちょっと夢みたいな。男の夢ですね。男のロマンみたいな。ロマンいいじゃないですか。ちょっと言っていいですか？お願いします。戦車あるじゃないですか。日本のね、戦車、自衛隊とかが乗ってるようなね、あれを買う。
買うとか1個ずつ整理していきましょうか。そう戦車を買う戦車を買いたいなとかね。戦車ってじゃあまずいくらするんですか？戦車はねあれ調べたらね今わかんないけど9億7,000万ぐらいする。なんで1回で使い切ろうとしてんすか毎回いやなんかねやっぱりこう狙われるじゃない。誰に？いややっぱりその10億円手元にあるってなったらいろんなやっぱり悪い人たちが寄ってくる？そう寄ってきそうかなってやっぱこう疑心暗鬼になるんかなってちょっと想像するわけ。10億円当たったってことをそんな大っ広げに言わんかったらもうそもそも大丈夫だとは思うんですけどね。そうでも僕なんか言っちゃいそうな気がする。言っちゃいそう普通に。でもね9億7,000万使って戦車買ってたら多分狙ってこないですよ絶対に。そうでしょ。だからやっぱり戦車あるうちにはやっぱりここのうちはやめとこうって泥棒さんもやっぱ入ってこないと思うんだ。そうですね泥棒さんどころか小林さんの周りから人が離れていくでしょうね。いやそうあいつんち戦車あるで。そうあいつ絶対やばいやつやでっていう印象は。やばいやつやでってなるでしょ。ただその戦車はねなんかいろいろ大変なんだって。何が買った後もやっぱ大変で買った後も大変どういうこと？メンテナンス的なってこと？いやメンテナンス的なというよりもまず入り口よね。だからちょっと入り口って何？戦車買う入り口なのか何の入り口がない？いや戦車は行けば買えるさ。行けば買えるの？買えるさ。どこに？お金さえあればそのなんだろうその自衛隊とかに言えば買えるんだと思うんだよね。いやちょっと待って分かんないけど分かんねえのかよでも行けば買えるさって。ただでもね絶対的に無理だなって思ったことがあって。何やっぱりやっぱこう運転するじゃないやっぱ戦車もさ。するでしょうねするでしょシャアですからね。そうなんでやっぱり免許いるじゃない。戦車運転するいるね。いるでしょうよきっとね。でね免許あれねだから大型特殊かなんかいるのかな。キャタピラ付きのねキャタピラ付きのっていうのがあるんだなんかわかんないけどめっちゃ調べていやちょっとガチで調べたことがある。そうでねそれでねそれだけじゃ乗れないんだって。もうそれだけじゃ乗れない。で自衛隊になんか入隊してなんかそこでしか取れない免許があるんだって。戦車を動かすための？そう専門の免許がいってそれが無理なんだね僕ね。一つ提案なんですけど9億7,000万で戦車買って残りの3,000万でその人ら雇ったらどうですか？なるほどね運転手ねそれが一番早いかな。いやでも男のロマンってだけやっぱあるからやっぱ自分で運転したいと思うね。じゃあ免許ぐらい頑張って取れよ。そうね自衛隊に入隊しなきゃいけないんで。自衛隊に入隊しなきゃいけない。おべみどうしようかなっていうの。そうですね。じゃあその案も却下で。そう却下だね。だから10億円やったらいろんなことができるしでいろんなことをしたいと。いろんなことしたいしやりたいしなって思う。でいう話やったんですけどコバさんはとにかく1回で印象に残るでっかいことを成し遂げたいですね。それはあるかもね。なんだろうプライスレス的なことやりたい。なるほどね。なんだろう本当に物より思い出。そうやっぱ記憶に残る的なさなんかオリンピックじゃないですけどねなんかやりたいですねそういうの。オリンピックは記録にも残っちゃいますね。そうね。じゃあオリンピックじゃないなんだろう強引に例えんでもいいけどコバリンピックじゃないコバリンピックでもいいじゃない。コバリンピック戦車勝ったらナンバーワンでしょうね。なんだこうパーティーみたいのして日本国民全員で日本国民全員がこの日は一日休みだっていう日本国民全員に有給を僕は与えたい。なるほど10億じゃ足りないねきっとね。足りないそうね。じゃあ先着かな。すっげえな。コバさんが戦車買ったりだや10億円使って一斉に何かしたらもうね僕らの記憶にはしっかり残ります。まず当たったってだけで残るし何か成し遂げようとしてたんやなって記憶には残るし最終的にあの人何がしたかったんやろうなって記憶で終わります。やっぱね人の役に立ちたかったんだよね。有給そう日本人は働き好きだって思うんだ。なるほどね。もう海外から見てもね日本人は勤勉やと勤勉だとそういう風に思われると。サトシを見てても思うわけよ。勤勉やなって。一番初めにやっぱ有給を与えたいのはサトシだよね。じゃあぜひ有給を10億円当たったら10億円使って僕の有給を与えてください。まずねわかりました。当たったらね。いやほんま僕ねてっきりね一言貯金とかいう風に終わられるかと思ったんですけど貯金も候補にはあったんや。
でもただなんかちょっとインパクトが弱いかな。なるほどね。一応あったけどね。一応ね、そう一応あったよ。やっぱ親に全額あげるとかさ。いや優しい。そうそういうところもあったけどさ、あんまりやっぱ尖っていきたいやん。いや尖りすぎですけどね。どう考えても。そうちょっと普通すぎたらさ、リスナーのこともやっぱり考えたらさ、ちょっとあるじゃん。いろいろなんじゃんないじゃん。あるんかな。ないかな。分かんないけど、小林さんの壮大な男のロマンの話が。そうですね。いや笑い疲れた。いや本当そうですね。10億円。いや楽しかったですかね。10億円当たったらコバさんは男のロマンを叶えるということで、いかがでしたでしょうか。以上、地獄亭で乾杯でした。それではここで一曲お届けします。整え、いつもの場所へ夢にさせに行くから待ってなよレイディ。あんなやつより俺とどうですか。君を華やかな色に染めていく。全てオーライ、嘘じゃない。夜のようにじわじわ追い詰める。もう邪魔者は容赦しない。君の一番になりたいけど、多分そんなに深くは愛せない。きっとこの中で一人選ぶなら、もう戻れない、もう戻れない。夢の中で君を虜に、今はただそれ以上のことはない。奥までも深く深くここでラット広報部からのお知らせです。さあお知らせなんですけど、僕何も知らないんですよ。そうなの？前回もね京平さんがお知らせ持ってきてくれたんですけど、僕何も知らないんですけど、コバさんなんか知ってます？あらあら、いやそんなこともあろうかとですよ。ちょっと持ってまいりました。ありがとうございます。そうですね。じゃあ今回私からのお知らせということで、2つあります。ラット広報部からのお知らせです。ラット広報部からのお知らせ。じゃあまず1点目。2人だけの時間ということで、僕らのそう僕らのも含めてね。僕らも含めて、これオウェイミーのゲームの中の話。ゲームの中の話だね。ごめん。ナイトメアイベントっていうカードを引けるねイベントがあるんですが、それが明日からスタートするということでございます。すごい。でそうですね、推したいところっていうか、ちょっとここいいなっていうところをちょっと持ってきたんで、ぜひ教えてください。そうですね、さとしくんどう思うかっていうのをちょっと聞かせてください。まずね、UR プラス。UR プラス、ね。そう絵が動くやつね。あれの絵が動くというかアニメーションか。あれの新バージョンが登場ということで、素晴らしい。で今回はなんとですね、それだけではなくて、この UR プラスがシナリオ内でこう動くんだって。ぬるぬるこう。シナリオ内で動く？シナリオの中にそのスチルが表示されて動くってこと？スチルが動くの。すげえ。すごくないこれ？すごいっすね。これ初めての試みだと思います。でさらにこのカードをホーム画面にね設定することも可能。
もう当たった瞬間にそれを設定できるってこと？そう設定したら、こうやって動くんだよキャラクターがね。そうこれカード強化したりとかもしなくても？もちろんカード強化して動くようになるんだ。強化したらスチルがそう動くっていうでねいうのがあるんだけど、このカードってちなみにキャラは誰なんですか？そうそれ気になるでしょ。やっぱりそうだね、僕今回はマモンとねカタ君レビーがいるけれども、そうだね、今回はなんと私のキャラクターやらせていただいているキャラクターマモンと、そしてイベント初登場のシメオンです。初登場。そう、これ熱いですよね。そうで、SSR はサタンということで、レビーはね、ちょっと私の持ってる資料ではちょっと書かれてない、まだ鋭意制作中じゃないかな。マモンのカードのイベントを紹介。自分でね自己責任で紹介しに来たという。帰ってもらっていいですか？おいまあ落ち着きたまえよ。いやでもマモンにね宣伝してって言われたんだ。マモンにコバさんが宣伝してって頼まれたと。口酸っぱく言われたんです。なるほどじゃあもうしょうがないからじゃあ言うよと。ラジオ行くから言うよと。俺のカードを紹介してきてくれよ、頼むよって。心の声かな。心の声がね頼むぜっつってなるほど言われたんで、ちょっと紹介しに来ましたということですね。すごい、明日からですね。そうででこれちょっと2つ目のお知らせにも関わってくるんですけど、このナイトメアイベント2人だけの時間っていう、イベントのその後ぐらいにですね、クイーンローズ編ということで、抜き打ちテストイベント。これはそうですね、ストーリー読んでいったりバトルしていったりとかしていくようなイベントなんですけど、それに、このカードゲットしてると2人だけの時間でゲットしたカードを使うと、このイベントは有利に運ぶらしいよ。そうなので、そうだね、だからいっぱいみんなこのナイトメアイベントを頑張ってもらって、カードゲットしてもらって、クイーンローズ編をより楽しんでいただきたいなということでございます。このクイーンローズ編は、カード新しいカードも出るんですよね。これもちろんそうですね。今回は、これはね、UR にルシファー、で SSR にこちらもイベント初登場のソロモンがすごい登場ということでらしいですね。ちょっと待ってください。その資料をちょっと横から見てますけど、要望の多かった女装バージョンのキャラがカードイラストにって。そうですね。要望多かったらしいです。ぜひ楽しみにしてほしいですね。いや僕も見たい。ね、新バージョンの UR プラスも出ることですし、そうですね。アプリをまだプレイしてない人はこの動画のね概要欄に各ストアのページからダウンロードできますので、そうですね。ぜひダウンロードして遊んでみてください。よろしくお願いします。以上、ラット広報部からのお知らせでした。さあお届けしてきましたオタク FM で、第2回もそろそろお別れの時間が近づいてきました。もうですか？そうなんですね。早い。いやあっという間でしたね。いや本当あっという間でしたね。本当サトシさんがリードしていただいて本当にやりやすかった。いやコバさん、笑い疲れましたね僕はちょっとそうですか。本当にいやなんかこれでいいんだろうかあれでいいんだろうかみたいな感じで本当に何も考えずにちょっと喋り倒してしまったんですが、コバさんの喋る時の喋る前に絶対そうってつけるのが面白くて、そうですよね言っちゃってた。癖なんですか多分癖だと思うんで、そうですね。なのでこれもそうですね、なんか僕のチャームポイントだと思っていや普段のねテンションとねなんかその差っていうの結構あるんやなって。そうですね。割と静かじゃないですか。割とそうですね。ローテーションというか、そうですね。普通なテンションで生きてますね。生きてますね。それはみんな普通なテンションで生きてるとは思いますけどね。そうですね。でもなんでしょうね。すごくサトシが引っ張ってくれたので、なのでなんでしょう。自然にテンションが上がったというか、そうですね。なのでこれを聞いてくれてるリスナーの方も楽しんでいただける内容になったんじゃないかなと
と思いますけど。ですよね。はい、ありがとうございます。また、いやこちらこそまた来てくださいね。はい、ありがとうございます。こちらこそお待ちしてますので。いやぜひ2回目も読んでください。では番組の感想とかもね、Facebook、Instagram、Twitter でね、ハッシュオベイミーレイディオのハッシュタグをつけて教えてくださいと。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。知ってました？何ですか？このハッシュタグの前についてるでしょ、これシャープじゃないんです。知ってました？そうなの？ちゃうらしいんですよね。これなんなのこれ？わかんないっす。わかんないの？わかんないっすけど、ちゃうらしいんですわ。僕これ知らんくて、この前ね京平さんにめちゃくちゃバカにされたんですよそれ。あの人ね、放送終わってからもね、ずっといじってきましたからね。本当に違うらしいですよ。知らないね、知らないなら優しく教えてほしいですけどね。先輩やったらね。そうですね。いやいや、ハッシュタグねつけてね、ぜひ感想。知らなかった。本当？はい。親近感ありがとうございます。ね、ぜひ感想も教えてくださいと。はい、よろしくお願いします。はい、それではまた次回のオタク FM でお会いしましょう。はい、お相手はレビアタン役の加田聡とマモン役の小林弘隆でした。またね。またね。合わんな。